どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日は名古屋ネプコンジャパンの結果報告の第1弾をさせていただきたいと思うんですね。よろしくお願いします。数回に分けて結果報告をさせていただきます。1回目はネプコンではないんですね、実は。オートモーティブワールド、車の先端技術を紹介したいような企業が集まっているブースに行ってまいりました。というのも、実はネプコンですね、あまり目新しいものがなかったんですね。向こうの温度感もあんまり高くなかったんですね。僕に声かけていただければ紹介するんで、次回展示会以降は僕を大いに使っていただきたいと思います。目についた技術を紹介させていただきたいと思います。そして一つ感じたことはやっぱり IoT ですね。こっちが非常に活況だったんですね。人もですね、約 1.3 倍ぐらい多かったかなっていう感じですね。物売りっていうのは限界に近づいてる感が否めないと。なので、こと売りですね。連携をして、ネットの力を使って、付加価値をつけていくような IoT ですね。こちらが非常に活況でございました。物売りをしているような企業も IoT にベクトルを移しているようなところもね、非常に多かったので、注目に値するだろう。皆さんもやっぱりそっちの関心度の方が高いような感をですね、非常に受けました。もちろん IoT もですね、2回、3回に分けてですね、紹介をさせていただきますので、見たい人はしばらくお待ちいただきたいと思います。本日紹介するメーカーですね。ここどこかというと、石坂電機さんですね。日本の技術メーカーですね。ついに登場ということで、技術メーカーに本日はフォーカスをさせていただきたいと思います。今まで紹介したところも非常に技術持ってたりするんですけど、本当に匠の世界の企業ですね。開発技術家の坂本さんですね。この人が非常に力説をしてくれました。もともと僕はこの石坂電機さんを紹介する気なかったんですよ。ただ、テクテク歩いていくと、その60、70ぐらいのね、坂本さんっていう生きのいいというか、熱意がある熱量を持ったおじいちゃんがいまして、歩いてる僕をキャッチしてですね、力説をしていただいたんですね。で、聞いてみると、このサービスなかなかいいんじゃないっていう風に思ったので、力説をしていただいたことへの恩返しと、ここいいんじゃないっていう風に思ったところをものづくり太郎の目線から紐解いていきたいと思ってます。そして石坂電機さんですね、そもそもの強みあります。実はこの企業ですね、巻き線の技術が半端ないんですね。巻き線っていうと EV とか、やっぱりモーターが今後ですね、ものづくりの主戦場になってくるところもあるので、非常に皆さん気になるところだと思うんですね。なので、この巻き線にフォーカスを当てていきたいと。石坂電機さん、どんな製品を取り扱っているか気になると思います。一つは、クラッチコイルですね。ブレーキ用コイル。そしてクラッチ用ハーネス。そしてリレーコイル。ですとか、ヒートポンプ、給油機用熱交換器ですとか、燃料ポンプユニット、カーエア高温パイプ。同じように、このようなパイプを扱っていると。実はこれ2つに分けることができるんですね。1つは、そうなんです。巻き線ですね。これは導線をぐるぐる巻くような巻き線という事業と、そしてパイプ加工ですね。両方とも技術があります。この二足のわらじで事業を形成している企業なんですね。で、本日、ここで答え出してるんですけど、どっちにフォーカスをさせているか。そうなんです。もちろん巻き線ですね。ブースも巻き線に特化しておりましたので、この巻き線にフォーカスを当てて紹介をさせていただきたいんですね。で、このクラッチ用コイルですね。電磁クラッチャー、GTR R35 にも採用されております。GTR の動画は僕出してるんですけど、わあすごいなっていう感じですよね。というのも、GTR のサプライヤーってめちゃめちゃ品質管理大変みたいなんですよ。もう僕のね、同僚、これはGTR の R35 の開発に携わった人なんですけど、血尿が出たって言ってました。血尿出んのみたいな。とかですね、やっぱりサプライヤーもめちゃめちゃ品質管理細かいよっていうお話は耳にしたことがありますね。で、電磁クラッチって何？画像にすると分かりやすいんですけど、こんなものですね。電気を流せば、磁界が発生してくっつくんですね。そして動力が伝わるような部品でございます。どんなところに使われているか。前輪ではなくて、四輪駆動部。この後ろ後輪の駆動に伝達するときに使われると。前輪駆動をクラッチでつなげることで 4WD にできるんですね。駆動率は電子制御されているようでございますと。ただこのね、ここら辺ってあんま僕が言いたいところではないんですね。言いたいのは、この電磁クラッチにはもちろん磁界を発生させるためにこのような導線が巻かれてるんですね。要するに巻き線機が必要であると。さらに動力を伝達する要のモジュール部品なんですね。で、さらに R35 ですね。GTR にも採用されてる。これは何を裏付けるか。非常に品質がいいんですね。品質が非常にいいと。
ニアイコール巻線の技術が非常に優れていることの裏付けなんですね。面白くなってきたでしょ。そしてこの巻線の技術何ですかって、コアに磁界を発する線を巻きつける技術なんですね。実は世の中には巻線機のメーカーがある。要するに巻線に特化したようなメーカーがあるんですね。こういうような企業をピックアップしてほしいっていう声が聞こえてきそうなので、投資家の人もなんか見てるみたいなね。投資家の人も実はネプコンであって、ものづくり太郎さんですかみたいな。投資に非常に参考にさせていただいてますみたいなね。そういう人も見てんだっていう感じですけど。メーカー名が上がるとね、嬉しいと思いますので、持ってまいりましたと。例えば、日徳エンジニアリングさんですね。この日徳さんはですね、スマホの小さい部品ですね。例えば、パワーインダクターから、こんな電気自動車ですね。そういった電気自動車に使われるような自動車用モーターの巻線ということで、小さいものから大きいものまで対応している巻線機の、そこに特化したメーカーなんですね。もう一社あります。ニデックさんですね。日本電産マシナリー。要するに日本電産のグループ企業ですね。ニデックといえば世界一のモーター企業になると。もちろん巻線機も自社で作ってる、しっかりノウハウがあるんですね。どんな商品出してるか、もちろんモーターもそうなんですけど、最近勢いがあるのが e アクセルと。今の電気自動車っていうのは、例えばリーフのモーターとか、フォルクスワーゲンの電気自動車のモーターとか、テスラのモーターっていう風に電気自動車ごとにモーターが違うんですよね。ニデックが、日本電産がフォーカスしたのは、それを共通化してしまえば価格低減ができるんじゃないのと。そのサプライヤーを狙ってる第一歩目がこの e アクセルなんですね。どんな自動車にも積めますよ。うちにモーターを頼んでいただければもう標準化されているので一から設計する必要がありませんと。しかも量の力学で非常に安く納入できます。非常にね、いいところに目をつけたなというふうに思いますよね。ニデックですよね。ブルームバーグにも取り上げられてですね、昔から僕は知ってたんですけど、株価が跳ね上がりましたよね。小田原エンジニアリングさん。小田原さんのホームページに行くと、巻線機のシェアで世界ナンバーワンという風に自負しています。テスラなんかにも使われていることで有名ですよね。じゃあ、分かったと。巻線機に特化しているメーカーがあると。じゃあ、石坂電機の強みってどこにあるの？実は石坂電機っていうのは巻線機だけを作ってるわけじゃないですね。自社製品を持っていることと中小のフットワークにあると僕は思いました。装置から生産まで一貫しているから情報の戻しが早いわけですよね。要するに自社で巻線機を内製してるそうです。で、製品を作り込むので巻線機の性能によって製品の性能って変わっちゃうんですね。なので巻線機を非常に作り込まないと世の中に出せるような、例えば GTR R352 で搭載されるような商品って絶対できないはずなんですね。マスカスタムに対応できる中小ですよね。要するにフットワークが軽いわけですよ。どうしても先ほど挙げたような日徳さんとか小田原さんみたいなところになってくると、やっぱりメガサプライヤーの意見をですね、聞かざるを得なくなってくるんですよね。中小なので非常にフットワークが軽いと。逆に中小ということが最大の強みなんですね。こんな企業僕他にないと思うんですよ。はい。製品を持ってるわけだから、装置も内製してて、それが製品に直結する。ということで、その装置も非常に煮詰められているものになってくると。じゃあ技術力どうなのってね、気になるでしょ。はい、技術力持ってまいりました。非常に分かりやすいものが展示されておりましたので、写真をね、許諾を得て撮ってまいりました。こういうようなね、他社の巻線機で作ったもの、巻線がどうなってるかっていうものですね。そして、石坂電機さんが作った巻線機で作ったクラッチですよね。多分クラッチだと思います。電磁クラッチだと思います。見てくださいよ。このちょっと細かいんだけどさ、これめちゃめちゃびっしり巻線されてるでしょね。でこっちはもうここばらけてるし、ここの黒い部分が多いんだよね。眼心されてると思うんだけど、その黒い部分が多いっていうところは無駄になってんだよね、スペース的に。これもうギッチギチでしょ。すごいよね、この巻線のノウハウということで、ここに注目いただければもう力量は火を見るより明らかな。要するに線の面積イコールモーター磁力の力になるわけですね。技術力の差は歴然としてますよと。おそらく中国サプライヤーだと思いますけど、対比してるのは。さらにですね、これだけじゃねえと。アルミ線にも対応してるんですね。アルミ線って何がすごいの？重さ、要するに銅とアルミですね。一般的にこういった巻線っていうのは銅が使われてるんですよね。銅色だと思いますけど、銅色だからってあれですけど。で、これ重さってもちろん銅の方が重いんですね。アルミの方が軽い。こういう風に銅の方が重いわけですよ。はい。じゃあ皆さんね、思うところで、じゃあ皆さん、みんなね、アルミ使えばいいじゃないですか。はいはいはい。実は円性という伸びやすさが実は違うんですね。銅が伸びないと。アルミは伸びやすいんですね。
こんな不統合になります。軽いからアルミを使いたいんだけど、いざそれを巻き線機で巻くと、ノウハウがないとそのアルミがビヨーンって伸びちゃうんだよね。要するにうまく巻けないですよ、技術を持ってないと。軽いが巻くのが難しいという、相反する技術というか、それを可能にしてるのが石坂電機さんの強みなんですね。これ銅じゃないでしょ、アルミを巻いてるでしょ。このアルミをこんな感じで巻けると、動画も撮ってきたんで、今動画がね、ここら辺に流れてると思うんですけど、こんな感じでこのスピードで巻くのってめちゃめちゃ難しいそうです。ということで、製品のね、自社のノウハウもあると。どういうような巻き線機使えばうまく巻けるかっていうのも知ってると。さらにアルミの対応もできると。さらにフットワークが軽いね、中小だから他にないよね、こんな企業。すごいでしょ。そんな実績も技術力もある石坂電機が受託生産を行ってるんですよ。始めたんですよね。自社製品だけじゃなくて受託もやりますよ、技術を存分に使えますよというのは、ケースの存在があるんですね。ケースの話ね、これ話すだけで1本の動画撮れると思うんですけど、ケースって何っていうふうに思う人もいると思いますので、簡単に説明しましょうと。これ有名ですよね。豊田章男さんがケースみたいな感じでやってますけど、コネクティッド、オートマス、シェアード、そしてエレクトリック、接続性、自動運転、共有、そして電動化と。サプライヤーの CAS っていうのは力学のバランスが崩壊するものなんですね。どういう風に崩壊するのって分かりやすい図がありましたと。今って既存のサプライヤーってこういうようなピラミッドですよね。トヨタがあって、デンソーとかアイシンとか J テクトとかトヨタ自動食器とかトヨタ紡織とかトヨタ合成でしょ、トヨタ車体でしょ、ティア1がありますと。で、ティア2があるって。こういうようなピラミッド構造だったんですけど、例えば自動運転のノウハウはもうめっちゃありますよみたいな Google とかが台頭してくるじゃないですか。ただそのメガサプライヤーは自動運転の技術がないと、ソフトウェアの技術がないということであれば、自動運転できるからトヨタにですね OEM を出すとか、ソフトウェアは Google が開発しますねみたいな感じで、そのサプライヤー力学が変わってくるんですよね。接続性を持ってないと、 IoT ですよね。車とソフトウェアの技術がないということであれば、トヨタとかフォルクスワーゲンがサプライヤーになりかねない OEM 先ですよね。他にもあるんですけど、これはまた別の機会にお話をさせていただきたいと思います。そしていいですよね、エレクトリックということで電動化の波が来てると。これはエンジンがなくなりますので、3割から4割の部品が消えると言われてるんですね。石坂電機さんの商品を見る限り、クラッチはもしかしたら電動化によって消えてしまうかもしれないということで、パイプ系はね、サーマル系は絶対クーラーとかエアコンディショナーってつくのでなくならないだろうということなんですけど、やっぱりこの波が押し寄せてきてると。急にね、電気自動車に変わるっていうわけではないんですけど、将来的にはこの部品がね消えるということで、今統廃合がかなり進んでるんですね。要するに強い技術力が持ったところだけ生き残ると、その戦いがすでに始まってるんですね。なのでここに打って出ようということで EMS を始めたと。じゃあ実績どうなんですかって気になるでしょ。コスト、納期、他の要因ね、メリットあるんですか。それを分かりやすくこの太郎がね表出しさせていただきました。まずコストでございます。実は実績としてこれ聞いた話なんですけど、中国のサプライヤーに依頼するよりも価格が下がった場合も多いみたいなんですね。中国以下の場合もございますと。というのも実は設備が内製してる、設備流用ができるので非常に費用を低減できるんです。例えば中国のサプライヤー頼むと、まず設備費ではい4倍とか何みたいな、一から構築するんで、何千万みたいな感じでかかるわけですよ。何億みたいなね、何千万じゃくだらないと思います。社内の設備があってそれを流用できるということで、設備費がまず低減できるんですね。さらにアルミの対応とか日本で作りますので輸送費が削減できますよね。これだけじゃないですよ。さらに小型化できるし軽量化になると。要するに小型化できるってことは原材料が下がりますよね。すごいよね。小型化すればカバーの費用も削減できますよとかね、いろいろあると思いますと。このコストだけじゃないですよ、性能ですよね。先ほどからもうお伝えしてるので大体想像できたと思いますが、まず一つが小型化ですよね。非常に高密度なので非常に小さくできるんですね。これだけじゃないです。かける能力アップ、
これも高密度が成し得る技でございますと。さらに軽量化ですよね。アルミですよね。アルミが使えるから、車っていうのは走行距離を伸ばすために軽量化をしたいんですよね。アルミで巻き線できますよ。非常にこれは武器ですよね。ノウハウ持ってないとこのアルミ対応ってできないわけですから。今まで銅で巻き線できてました。それをいきなりアルミに変えてできないんですよね。同じ力で引っ張ると伸びちゃう。じゃあどういう風なたわみがいいかとかですね、そういうノウハウがあるんですよね。そうなんです。最後はノウハウです。自社がサプライヤーだと。ノウハウがもう蓄積されてますよと。ここなんか枠ありますよね。これだけじゃないんですよ、メリット。はい、今ね、米中の対立が非常に表面化してきました。要するに地政学のリスクがあるんですよね。そうなんです。メイドインジャパンと。地政学的リスクを排除できるんですね。この石坂さんに頼むと。こんな企業に EMS の生産が出せるなんてすごくないですか？すごいと思いますね。僕は素直にそう思いました。展示会でね、お客さんを集客しなくても存在が認知されてれば、勝手にですよ、注文が入ってくるような企業だと思いますと。石坂電機さんですね、モーター EMS に乗り出しました。こんな話、そうは知らないですね。そうなんです。日本の企業はマーケティングがなかなかね、技術力は持ってるんですよ。ただマーケティングがなかなかうまくない企業は多いと思います。だからこの石坂さんもね、この展示会に打って出てきてると思うんですね。ということで、お互いに存在を知らないだけだと思うんですよね。だからこのチャンス、ぜひ活かしていただきたいと思います。どのくらいのモーターが対応なのか、巻き線対応どのくらいしてますか。コアの K が5から200ファイ程度のものを対応してますよと。わかんない人は図を持ってきたんで分かりやすくしましたと。こんな感じで、ここを軸として、ここにコアがあるんですよね。要するに巻き線されてる部分ですよね。この K ですよね。これが Φ5 から200ですよね。ここまで設備がフレキシブルに対応できますよということでございます。はい、もう興味出てきた人いると思いますと。詳しくは動画のね、概要欄に URL を記載しておきますので、お問い合わせいただきたいと思います。僕は紹介する人なんで、技術のどうのこうのね、コメント欄で問い合わせいただいても回答できませんので、実際にね、EMS されたいということであれば、お問い合わせをいただきたいと思いますと。ということで、石坂電機さんですね、巻き線の匠企業を紹介させていただきました。今まで中国に OEM 出して、EMS 出してた。ただ、コンタクトがうまくいかないし、品質が上がってこないとか、ぶどまりが良くないとか、輸送費が乗ってくるとかね、いろいろあったと思うんですよね。それを日本で完結できると、日本語で、中国企業なかなか言うことを聞かないと、出向させないといけないとか、量がないと品質が上がってこないとかね、いろんな悩みがあると思うんですよ。もちろんその石坂さんもね、できる量、ロットっていうのはある程度決まってると思います。ある程度のロットがないと、ウィンウィンの関係になれないと思うんですが、中国ほどじゃないと思うんですよね。ということで、巻き線の匠企業石坂電機さんの紹介以上で、ございますと。そして、坂本さんとね、小沢部長、こんなグラサンで行ったんですけど、サングラスかけて行ったんですけど、こんな僕にもね、しっかり説明をしてくれたと。その男気にね、僕は感謝したいということで、お声掛けいただき、ありがとうございましたと。名前出してよかったかなはい。ということでございました。ということで次回ですね、引き続き会場の情報をお届けさせていただきたいと思います。もしくは、ライブ配信をさせていただいたんですけど、その時、結構僕の動画見てる人って設計者が多いんですよね。だから設計者から結構 CAD の話してほしいみたいな話がありました。とか PLM みたいなね、プロダクトライフサイクルマネジメントだっけ、そこの洞察もあるので、そういった動画になるかもしれません。これよく受けてくれた企業は解説をさせていただきます。熱のこもってない企業はね、僕は紹介しません。はっきり言って。それもね、運命だと思います。機会があって。展示会でね、打って出ようと。そういう熱い心意気がある企業を僕も紹介をしていきたいと思ってるんですね。ということで、今回の動画いかがでしたでしょうか。日本のね、匠企業を紹介させていただいたということで、非常に僕も気合を入れて紹介させていただいた次第でございます。こんな感じでね、ものづくりに関連するトピックをいつも僕は発信させていただいております。ものづくりに関連がある人、ものづくりが好きな人、そしてものづくり太郎に興味を持っていただいた方はですね、チャンネル登録いただいて、ぜひ応援をいただきたいのと、今回のね、動画で一つでもいいところがあると感じた方は、いいねボタンを押していただきたいと思いますというところで、また次の動画で会いたいと思います。動画の最後にね、どんなものが対応してるか、しっかり写真を撮ってきたので、ここも興味ある方は見ていただきたいと思います。ということで、また次の動画で会いましょう。本日はありがとうございました。じゃあまた会いましょう。じゃあね。